基本としてはね、お客さんは全体見てるんですよ、舞台の。はい。わかります？はいはい。ね、それだけど視点は絞って踊り手だけ一人の踊り手を見てたりするんだけど、実際問題周辺視野との関係で見てるわけ。要するに深く見込むということもあるし、それからあっち見たらもう視線が動いてるわけですよ。深みもそうだし、それと背景との関係性なんですよね。わかりますこれ？それと音も関わってくるわけ。音関わると見え方全く違うわけ。でその管理が大事なのね、踊り手側としては。私を見せるってことに興味があっちゃダメなの。私を残しちゃう。2人で踊った時には奥の人がね、全部管理するってわけでしょ。後ろ見えないから前の人は。で客席向こうですよ。その時にこっち後ろで肩で踊ってる人はどう見るかやるかっつった時に、この人フォローしてあげるんですよ、この弱いところ。どうかな、こんなもん。はい、浮き立ちました。どう？はい、強くなりました。要するにこの人の勝手が強くなるでしょ。見えるよね。ということは自分の体を使ってですね、だいたい空間を変えていくってことなんですよ、ポイントは。空間の在り方を。でこの人が今いると。ね、いなくなった時でもイメージでいさせるわけですよ、何らかのものを。このイメージと距離持つわけですから、まず。それでよし、ここに何かあると。イメージと距離を持つのね。それでそれをグッと引いて全体をふーってやると、これ成り立ってないですか、空間が。成り立ってます。わかりますこれ？ということはこの人が誰かがいないものがいるということを体で捉えて、その上で全体を持っていく。今何にもない空間というのがあるじゃない。これはね、舞踏の場合っていうのは全てがあるけど顕在化してないっていうふうに捉えるわけ。ね、潜在的には全てがあるんだけど、円に触れてね、何かの音を出したりとか、誰か一人入ったりして円に触れて出てくるわけですよ。何かが。今もそういうことなの。逆に言っちゃうと、僕がこうやるからこそここにあるように見えるわけ。前に踊ってる人だけを押し出す場合もあるし、前に踊ってる人があった時に全体を含めて別の見せ方をするっていう形もできるわけでしょ。正解だからいくらでもあるわけですよ。前との入澤さんとの関係は捉えてるのは分かりましたけど、成果の手がぶれると、ご自分の背景、水戸さんの背景がなくなってしまうので、ちょっとペタッとなってるようにしました。後ろが。水戸さんも相当弾いて、最初数秒すごくいい景色だなと思いました。その後水戸さんがなんか恣意的になっていくというか、後ろを水戸さんに向けてるので、相当入澤さんも後ろを通んなきゃだけれども、そこがペラペラなまんまうかつにやってるという感じで崩れてったかなと思います。最初ちょっと水戸さんが抑えてるなっていう感じあったんですけれども、全体でこう構えてしまうととても追いつかないので、もっとグッとそこにあるっていうのを部分でっていうか、部分じゃないんですけど、もっと強調するとかしないと、ただ全体的にバッてなってる感じがします。水戸さんと入澤さんとのちゃんと距離は取れてたと思うんですが、それがちょっと小さい感じで一定な気がしました。まずね、水戸のやり方でこういうふうにやった時に全体を均等にこう押しましょうっていうと、このなっちゃって止まっちゃわない？こうやって、一応押さえたりとか。だからその時には一個一個やっていくのよ。まずこの人との距離感を持って弱いところをふっと弱いところをふっともっと出してあげようって形にするわけ。ね、でそれプラスアルファちょっと横向きでここで上もちょっと出してみようかなっていう形にしていく。どう分かるこれ？はい、分かります。そうすると空間が動いてくるでしょ。この人でないが。だから必ず関係性強く持つわけ。でここにあるじゃなくて、この人がこれ物じゃないからね。
どこまで行ってるかとか存在がそこを見るわけ存在の形を。最初の方、自然に見えるというか、芦川さんもこう余裕を持って関わってるっていう感じなんですけれども、時間が中盤に入ってくるとちょっとそれが鼻につくというか、もう少し何かこう押し出すもの、そういうものが欲しいという感じがしてきたかなと思います。最初はこうふわっと撮ってる感じなんですけれども、飽きてくる感じがするので、どこを強調するとか、ここを今度見せようとか動かしてくれるといいなと思いました。芦川さんはこう、自分の周りでちょっと固まっているような感じに見えて、水戸さんも変な動きしてまずいっていうような感じに見えて、そうするとどんどん空間が固まっていくような印象がありました。大体負荷なくなんかうまくいってると思いましたけれども、だんだん固定してきて見てました。やっぱりみんなと同じなんですけど、1分以上経った時に水戸さんがあまりにもどの空間とっても1分間ぐらいは動かせたんですけど、やっぱり全然変化してくれないとこっちもやる手がなくなるっていうか、っていうことで躊躇があったのがみんなのやっぱり退屈感にはつながったと思います。先週よりはね全然質感が違ってよく見えますよ。足を加えて筋肉のこととかで、それから理屈が分かるでしょ。空間を動かすとか、自分の踊りじゃないんですよということが分かってくると、前とは違いますよ。やっぱりワンランク上がったね、先週と比べると、みんなそれは感じました。とにかく足ですよ。やっぱり一組流れを見ていて、ここのやっぱりここの突き上げが入ると、空間がお互い共有している空間がきれいになるというか、そう清潔感が出てくることで、あまり大きな動きは展開がなくても、2分とか1分とか、これずっと5分6分同じ状態ではちょっとやる方も大変だし、だから他にね持ってくるのよ。一応取ったらば他のないものはあるってことよ。だから全てが本当はあるんだという前提から始まるわけ。それが潜在的なのが円に触れて顕在化している動きがあるというね。で動くわけですよ。せわしくみんなと一緒にせわしくってやつだよね、宮沢賢治の。あれそういう意味なんだよ。生き方と同じだ。だから前にいてもね、後ろがどういうかってやったらちょろっと見たってあっと一瞬ペラッと見るってね、こうやって見てると一瞬その人がスパッと入った段階で見極めちゃわないと。2分は持たせる感覚を自分でやったんですね。それでだからこうやってる時に何こうやってもほら空間性変わらないんじゃない？どうやってもね。だからここまで暮らすとグッと変わらない。それでここでピラッと見るわけよ。であれこっち行っちゃってるなって言ったらもう一回こういうふうにやってチラッとこう見て、それからもう一回戻すわけじゃん。その空間の自分の確認の仕方でだいぶ広がり方とかちょっと流し目で見る動きも加わるってことね。これだけでも随分持っちゃってる。